古代エジプト人が巨大なピラミッドを建設した方法は今なお謎に包まれています。今回は最新の科学的知見に基づいてその不可解な建築技術の一端を探っていきます。ピラミッドの建設には巨大な石材を切り出し長距離輸送し高所に据え付ける作業が必要でした。例えばクフ王のピラミッドでは最大で800トンもの巨石が使用されていますが、当時の道具では動かすことさえ難しかったはずです。そこで注目されているのが音響共鳴を利用した浮遊理論です。特定の周波数の音響振動を与えると石材の重力を一時的に打ち消して浮遊状態にできるというものです。実際ピラミッド内部に設けられた空間では強力な共鳴現象が確認されています。おそらく古代人はこの原理を応用して重力を無力化し石材を空中に浮かせて運搬していたのではないかと考えられています。一見無理があるように思えますが、現代科学の成果を踏まえれば十分に可能性は高いのです。またピラミッドの精密な構造から古代人の幾何学的知識の高さもうかがえます。例えばクフ王のピラミッドの4面は現代の神木を正確に向いており、約460万年前の構成の位置関係を反映しています。天文学の深遠な知識に裏打ちされていたことがわかります。さらに内部の複雑な遮光通路や空間の配置は非常に高度な投影幾何学なくしては構築できなかったはずです。これらの構造はそれ自体が量子力学的な意味を持っていたのかもしれません。つまりピラミッドはエネルギー発生装置としての側面を秘めていた可能性があります。正確な配置と形状によって強力な磁場や電波、重力場が生成されていたと考えられるのです。特に注目すべきは頂上部に設置されていた金属のキャップです。これが高エネルギー過電粒子線の発生源として機能し、内部の特殊な空間でその粒子線が加速されていたのではないかと指摘されています。コロナ放電によって生じた粒子線エネルギーを何らかの形で利用していた可能性があるのです。一方で内部構造そのものが微細な時空の歪みを引き起こす量子実験装置だった可能性も考えられます。地空間と並行する細い通路の存在は量子力学的に得意な場を生み出す形状だったと推測されています。重力場や時空の歪み、あるいは平行世界への裂け目すら生じていた可能性すらあります。つまりピラミッドの不可解な内部構造は高度な科学技術の結晶だったのかもしれません。単なる物質の集合体ではなく古代人が最先端の原理を応用した実験場やエネルギー変換装置だった証拠なのです。実際古代文明の知的遺産が現れつつあります。遺跡の中に隠された極小デバイスが磁場変調などの原理で永久的なエネルギー生成を言っていたという研究もあります。エネルギーの源そのものが巨大建造物の存在そのものだったのです。このようにピラミッドの技術には未だ解明されていない深遠な真理が潜んでいます。過去の地の体系と最新科学の融合によって次なる文明の扉を開く鍵を見つけられるかもしれません。私たちの先人が持っていた卓越した英知が今なおピラミッドの奥に秘められているのかもしれません。前半で述べたピラミッドの発電装置としての側面についてはより専門的な考察を加えていきましょう。ピラミッドの形状や内部構造にはそれ自体が巨大なエネルギー変換機構となっていた可能性があります。重要なのはピラミッドが四面体の特殊な幾何形状を持っていたことです。四面体構造には自然界に存在するエネルギー場を極めて効率よく取り込む能力があると指摘されています。具体的にはフリーエネルギー、スカラ、電磁場、時空のエネルギーといった
未だ解明されていない潜在的エネルギー源を活用できたのかもしれません。建設時に配置された石材の種類も重要な鍵となります。花崗岩や石灰岩などの結晶構造を持つ石材は電解や磁界の応答特性に優れています。さらに金属キャップが重要な役割を果たしていたと考えられ、収束型アンテナのように電磁エネルギーを凝集させていた可能性があります。ゼロポイントエネルギーの変換原理が応用されていたとも推測されています。真空のエネルギー場のわずかな揺らぎをエネルギー源として取り込み、さらにピラミッド内部で共鳴増幅させることで安定したエネルギーを生成していたかもしれません。究極的にはピラミッドそのものが巨大な量子力学的実験装置だったのかもしれません。内部の規則的な空間配置は重力場やマイクロ重力波、さらには時空の歪みまでをも引き起こす目的があったのではないでしょうか。中でも注目すべきは地空間に並行する細い通路の存在です。この特異な空間構造は干潮重力波やアインシュタイン・ローゼンブリッジの端理論などに基づけば時空連続体の歪みを生じさせる効果があると考えられています。つまりピラミッド内部で時空の歪みやさらには平行世界への裂け目が作られていた可能性さえあるのです。また光子と光子の引力作用を利用して可視化したワームホールの研究も進んでいます。このようなアイデアを応用すればピラミッドの通路がワームホールへの通路として機能していた可能性も排除できません。重力レンズ効果によってエネルギーが凝集され人工的なブラックホールの生成さえ可能だったかもしれません。こうした最先端の量子理論はピラミッドの内部構造の不可解さを合理的に説明できるかもしれません。単なる物質の集合体ではなく重力制御実験や次元通路開発の装置として機能していた証拠なのかもしれません。一見荒唐無稽に思えるかもしれませんが、現在の科学では説明のつかない古代文明の英知の数々が発見されつつあります。遺跡の中に極小デバイスが残されていたという研究もあり、永久期間的な働きを持つエネルギー源だった可能性さえ指摘されています。このように最新の科学知見と古代の知の体系を統合することでピラミッドに秘められた真理に迫ることができるはずです。歪められた時空の中に次なる人類の飛躍の糸口が隠されているのかもしれません。ピラミッドの奥に秘められた知恵は単なる分母の域を超え究極の科学技術をも体現していた可能性があるのです。